皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はボーダーバケットハットの作り方をご紹介します。この作品はダイソーの毛糸4玉でできています。2本取りといって毛糸を2本合わせて太い毛糸にして編んでいくので、あっという間に完成しますし、厚みがあって暖かい帽子が出来上がります。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に作ってみてください。編み図が欲しいという方は概要欄をご覧ください。それではスタート。まずは仕上がりの大きさです。帽子のてっぺんからつばの先までは約25センチ。帽子の内側がだいたい57センチです。これはつばの一番広いところではなくて、ちょうど頭にフィットする部分の大きさです。ただし大きさは編む人の力加減によって変わってきます。使用する毛糸はダイソーのアクリル毛糸並太です。アクリル 100% の糸で1玉あたり 35g 約59メートルの糸です。使用針の目安はかぎ針6から7号となっていますが、今回は2本取りといって毛糸を2本一緒に編んでいきますので、これより大きいかぎ針を使用します。必要な毛糸の数はブラックが2玉、アイボリーが2玉です。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針はジャンボの 7mm を使用します。7号ではなくて 7mm というかぎ針を用意してください。マーカーは2つ必要です。色が違うものだとより分かりやすいと思います。帽子の大きさを好きなサイズに変えたい、自分にぴったりの帽子を編みたいという方にはこちらの動画がおすすめです。概要欄にリンクを貼っておきますので、自分好みのサイズにアレンジする際の参考にしてください。それでは編んでいきます。今回は2本取りといって毛糸を2本一緒に編んでいきます。2本毛糸を一緒に編んでいくので、2つの毛糸玉から糸を使ってもいいのですが、この外側と毛糸の内側から出ている毛糸、これを合わせて使っていく方法があります。これでしたら毛糸玉が1つしかなくても2本取りで編むことができます。輪の作り目をします。左手に毛糸を持ち、左手の2本の指に毛糸を2回巻きます。一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている方の毛糸を指にかけて持ちます。左手の親指と中指で輪を挟むようにして持ちます。かぎ針を持ってきて、輪の中に針を入れます。毛糸を針にかけ引き出します。もう一度針に毛糸をかけ、ループから毛糸を引き出します。これで最初の鎖編みができました。この鎖編みは数には数えません。1段目は細編み6回です。最初の1目目と最後の6目目にマーカーをつけておきます。
最初の細編みを編んだのでマーカーをつけます。あと5回細編みを編みます。5回細編みを編んで全部で6目編めました。次の段から黒色の毛糸にしたいのでここで毛糸を変えたいのですが、先に輪を引き締めておきます。この初めの糸端を少し引っ張ります。そうするとここにある4本の毛糸のうち2本が縮まるので、短くなってきた方の毛糸を引っ張ります。十分引っ張ったらまた始まりの糸端を引っ張ります。これで輪が引き締まりました。そして毛糸をここで黒に変えます。一度編み針を外して細編みをほどいてください。ループ2本に針を戻し、ここで黒い毛糸を用意します。この毛糸を左手に持ち、挟むように持ちます。毛糸を針にかけてこの2本を引き抜きます。これで最後の6目めの細編みができたのと同時に毛糸の色を黒に変えることができました。最後の目のところにマーカーをつけておきます。最初の目につけてある赤いマーカーのところで引き抜き編みをします。これで1段目が完成です。裏側を見てみると、短い毛糸と毛糸玉につながっている方の毛糸がつながっていて、4箇所毛糸が出ています。次からは黒い毛糸で編んでいきますが、この毛糸玉につながっている白い毛糸は切らずにこのままにしておきます。こちらの白い毛糸と黒い毛糸の糸端、これはこの先で編みくるんでもいいですし、難しい場合は後でとじ針で処理してもどちらでも大丈夫です。では2段目を編んでいきます。2段目はすべての目に増し目です。まずは立ち上がりの鎖編みを編んで、引き抜き編みをした目に細編みを編みます。最初の目が編めたのでここにマーカーをつけておきます。すべての目に増し目なのでまた同じ場所に細編みを編みます。この先もすべての目に増し目をしていきます。黒いマーカーがついている目が一番最後に編む目です。ここにも増し目をしていきます。最
最後の目が編めたらマーカーをつけておきます。赤いマーカーがついている最初の目に引き抜き編みをしたら完成です。これで2段目が完成しました。3段目を編みます。3段目は細編み1回増し目を6回繰り返します。まずは立ち上がりの鎖編みを一度編んで、同じ場所に細編みを編みます。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。次の目は増し目です。同じ場所に細編みを2回編みます。この後は細編み1回増し目1回を繰り返して最後まで編みます。マーカーをつけた手前の目まで編みました。黒いマーカーがついている目が一番最後に編む目になります。一番最後の目は増し目です。そしてこの次の段から白い毛糸に変えるので、一番最後の細編みは完成させずに途中まで編みます。まずは細編みを1回編みます。増し目なので同じ場所にもう一度細編みを編みますが、この次に毛糸の色を変えるので最後までは編みません。針に2本糸がかかった状態で切らないでおいた白い毛糸に変えます。白い毛糸で2本の毛糸を引き抜いて細編みを完成させます。細編みが完成したらここにマーカーをつけておきます。最後にマーカーがついている一番最初に編んだ目のところに引き抜き編みをしてこの段は完成です。これで3段目が完成しました。黒い毛糸はこのまま切らずに置きます。4段目を編みます。4段目は最初に細編み1回増し目1回を編んだ後、細編み2回増し目1回を5回繰り返し、最後に細編み1回を編みます。立ち上がり鎖編みを1目編んで、同じ場所に細編みを編みます。最初の目が編めたらここにマーカーをつけておきます。次の目は増し目です。同じ場所に細編みを2回編みます。この後は細編み2回増し目を5回繰り返します。マーカーのついている目の一つ手前まで編み終わりました。マーカーのついている目の手前は増し目になっているはずです。最後のマーカーのついている目は普通の細編みです。最後の目が編めたらここにマーカーをつけておきます。赤いマーカーがついている最初の目に引き抜き編みをしたらこの段は完成です。これで4段目ができました。5段目を編みます。5段目は細編み3回増し目を6回繰り返します。まずは立ち上がり鎖編みを一度編んで同じ場所に細編みを編みます。最初の目が編めたらここにマーカーをつけておきます。
細編み3回増し目で最後まで編みます。マーカーをつけた一つ手前の目まで編み終わりました。最後のマーカーがついている目は増し目です。そしてこの次の段からまた毛糸を黒に変えるので、最後の細編みのところで糸を変えます。まずは普通に細編みを一度編みます。増し目なので同じところにもう一度針を刺して細編みを編みます。ここで糸を変えるので、この針に2本毛糸がかかった状態でストップして切らずに置いた黒い方の毛糸を持ってきて引き抜きます。最後の目が編めたのでここにマーカーをつけておきます。赤いマーカーがついている最初の目に引き抜き編みをして終わります。これで5段目ができました。6段目を編みます。6段目は最初に細編み2回増し目、その後は細編み4回増し目を5回繰り返して最後に2回細編みを編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを編んで同じ場所に細編みをします。最初の目が編み終わったらマーカーをつけておきます。次は細編み、その次は増し目です。この後は細編み4回増し目を5回繰り返します。マーカーのつけてある目の2つ手前まで編みました。この2つ手前が増し目になっているはずです。最後細編みを2回して終わります。最後の細編みを編み終わったらマーカーをつけておきます。そして赤いマーカーがついている一番最初の目に引き抜き編みをして終わります。これで6段目が完成しました。7段目を編みます。7段目は細編み5回増し目を6回繰り返します。そしてこの次の段から毛糸の色を白に変えたいので最後の目で色を変えます。では立ち上がり鎖編みを編んで同じ場所に細編みを編みます。最初の目が編めたらここにマーカーをつけておきます。細編み5回増し目を繰り返して最後まで編んでいきます。マーカーをつけてある一つ手前の目まで編みました。マーカーがついている最後の目は増し目です。まずは一度細編みを編んでもう一度同じ場所に針を入れ細編みを編みます。ここで糸を変えるので針に2本毛糸がかかった状態で白い毛糸を持ってきます。最後白い毛糸でここを引き抜いて細編みを完成させます。最後の目を編み終わったらマーカーをつけておきます。赤いマーカーがつけてある最初の目に引き抜き編みをします。これで7段目が完成しました。8段目を編みます。8段目は細編み3回増し目の後細編み6回増し目を5回繰り返して
最後に3回細編みをします。まずは立ち上がり鎖編み1目を編んで、同じ場所に細編みをします。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。次の目は細編み、その次の目も細編みです。その次は増し目。ここからは細編みを6回、増し目を5回繰り返します。残り3目のところまで編み終わりました。残り3目の状態で一番最後に編んだこの目が増し目になっていると思います。残りは細編みを3回です。最後の目が編めたらマーカーをつけておきます。赤いマーカーがついている最初の目に引き抜き編みをして終わります。これで8段目まで編めました。ここで一度大きさを測っておきます。8段目が編み終わって大きさがだいたい直径17センチくらいになりました。大きすぎたり小さすぎたりしていないか念のため確認してください。9段目から16段目は目の数をそのまま増やしたりせずに編んでいきます。9段目を編んでみます。まずは立ち上がり鎖編み1目編んで同じ場所に細編みをします。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。この後はすべての目に細編みを編んでいきます。マーカーをつけた一つ手前まで編み終わりました。マーカーがつけてある最後の目も細編みです。この次の段から色を変えたいので、この最後の細編みのところで毛糸を変えます。最後の細編みが完成したらマーカーをつけておきます。そして赤いマーカーがついている最初の目に引き抜き編みをします。これで9段目が完成しました。同じ要領で目の数を変えずに16段目まで編んでください。16段目まで編み終わりました。17段目を編んでいきます。17段目は細編み7回、増し目1回を6回繰り返します。まずは立ち上がり1目、同じ場所に細編みを編みます。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。では細編み7回、増し目1回を繰り返して編んでいきます。マーカーがつけてある一つ手前の目まで編んできました。マーカーがついている最後の目は増し目です。まず細編みを1回編んで、もう一度同じ場所に細編みを編みます。この次の段でまた毛糸の色を変えるので、針に毛糸が2本かかった状態でストップします。つながったままの黒い毛糸を持ってきて引き抜きます。編み終わったらマーカーをつけておきます。そしてこの赤いマーカーがついている最初の目に引き抜きます。
これで17段目が完成です。18段目と19段目は目の数を変えずに全ての目に細編みを編んでいきます。ここで新しい毛糸のつなぎ方を説明します。今19段目を編んでいる途中ですが、黒い毛糸が終わってしまいました。新しい毛糸をつなぐときは、細編みの途中のこの針に2本毛糸がかかっている状態まで編んで、ここで新しい糸をつなぎます。新しい糸を針にかけて2本を引き抜いて細編みを完成させます。この後こちら側に出ている糸端を少し引っ張って目が緩まないようにします。そして糸端はこの後編みくるんでいくととても楽です。次の目を編むときにこう針を刺してその針の上にこの糸端を乗せます。そのままいつも通り細編みを編みます。針を刺して針の上に糸端を乗せて細編みを編みます。このままだいたい5センチから10センチぐらい編みくるんでいくといいと思います。糸端が長すぎる場合は適当にカットしてください。18段目、19段目と編みました。次は20段目です。20段目は細編み4回増し目を編んだ後に細編み8回増し目を5回繰り返します。最後に細編みを4回編みます。まずは立ち上がり鎖編み1目編んで同じ場所に細編みを編みます。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。この後は細編みをあと3回編んで増し目です。そして細編み8回増し目を5回繰り返します。毛糸が終わってしまったら新しい毛糸を継ぎ足してください。残り4目のところまで編みました。一番最後に編んだ目は増し目になっていると思います。残り4目は細編みです。編み終わったらマーカーをつけておきます。そしてこの赤いマーカーがついている最初の目に引き抜きます。20段目が編み終わりました。21段目は目の数を変えずに全ての目に細編みを編みます。22段目を編みます。22段目は細編み9回増し目を6回繰り返します。立ち上がりの鎖編みを編んで同じ場所に細編みを編みます。マーカーをつけておきましょう。あと8回細編みを編んだら増し目です。この段は細編み9回増し目を6回繰り返します。
これで22段目が編めました。23段目と24段目は目の数を変えずにすべての目に細編みを編んでいきます。23段目のマーカーの一つ手前まで編みました。次の段は白い毛糸にしたいので最後の目で毛糸を変えます。そしてこの黒い方の毛糸はもうここで使わなくなるので適当な長さにカットします。10センチぐらいです。マーカーをつけてある最初の目に引き抜き編みをします。この時にさっき切った黒い毛糸の糸端も編みくるんでおきます。24段目を編みます。24段目は目の数を変えずにすべての目に細編みをします。この時カットしてあるこの黒い毛糸の糸端も編みくるんでいってください。25段目を編みます。25段目は細編み5回増し目を編んだ後に細編み10回増し目を5回編んで最後に細編み5回を編みます。最初の目が編めたらマーカーをつけておきます。まずは細編み5回増し目なので残り4回細編みを編んで増し目を編みます。この後は細編み10回増し目を5回繰り返します。25段目、残った目はあと5目です。一番最後に編んだ目が増し目になっているはずです。最後細編み5目を編みます。編み終わりました。最後は毛糸を10センチぐらい引き出してカットします。この毛糸はとじ針を使って閉じていきます。では最後の部分を閉じていきます。まずこのカットした糸端をとじ針に通します。とじ針に通しました。そうしたらこのマーカーをつけてある目に横から針を入れます。次はこの毛糸が出ている一番最後に編んだ目、この真ん中に針を入れます。そしてこの裏側の部分まで通します。
これでここの部分がきれいにつながりました。残った毛糸はどこでも構いませんので、目立たない部分に入れていきます。余った毛糸はカットしておきます。これで糸始末ができました。一番最初の糸端も同じようにとじ針に通して目立たないところに入れ込みます。お疲れ様でした。皆さん、帽子は完成しましたか？ぜひコメント欄で教えてくれると嬉しいです。いろいろな色でアレンジして作ってみたり、誰かとお揃いで作ってみるのもいいかもしれませんね。編み図が欲しいという方は概要欄をご覧ください。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていこうと思っていますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。